こんにちは。お久しぶりです。白石です。今回は SD ワールドヒーローズ。ドミナントスペリオルダークネスドラゴンを作成していきたいと思います。このシリーズを作るのは結構久しぶりになりますね。前回はアーサーガンダムを作りましたが、作るのがなかなか大変だった記憶があります。今回も前回と同じくらい大変な作業が待っているのでしょうか？それでは早速ドミナントスペリオルダークネスドラゴンの箱の中身を確認していきましょう。はい。こちらが今回作る、ドミナントスペリオルダークネスドラゴンになります。箱の大きさは通常の HG ガンプラと同じでしょうか？ SD ガンダムにしては箱が大きいですね。箱の中には説明書とシールが1枚ずつ。通常のランナーが4枚。クリアパーツランナーが2枚入っていました。これは SD ガンダムにしてはランナーの数が多いような気がします。ドミナントスペリオルダークネスドラゴンを組み立てるのが楽しみになってきました。はい。それではドミナントスペリオルダークネスドラゴンを組み立てていきたいと思います。今回の組み立てに使用した道具は、タミヤの薄刃ニッパーです。このシリーズは散々作ってきたので、フレームの部分は説明書がなくても作れるようになってしまいました。慣れというのは恐ろしいものですねこれ。はい。こちらが組み立て終えた、ドミナントスペリオルダークネスドラゴンになります。これは、ちょっと単色すぎますね。真っ黒で何が何だかよくわからないですよこれ。クリアパーツも2色使われていますが、黒色のクリアパーツなので実質2色。造形は素晴らしいのですが、定価が1320円もするので、もう少し成型色による色分けを頑張って欲しかったです。成型色による色分けがほぼなく、シールを大量に貼る仕様だと、塗装をしない素組み派の方は結構がっかりしてしまうかもしれないですね。さて、色々言ってきましたが、今回はこのドミナントスペリオルダークネスドラゴンの各部を改造して、ほぼ単色で情報量のない本体を綺麗に塗装して作ってみたいと思います。それではドミナントスペリオルダークネスドラゴンの改造を始めていきたいと思います。まずはパーツの各部にある、目立つ、肉抜き穴を処理していきたいと思います。はじめに、パーツに開いている小さな穴を、0.5 ミリ厚のプラ板で塞いでいきます。この穴が開いていると、パテを盛り付けた際に、この穴から入って欲しくないところにまでパテが入ってしまい、あと処理が大変なので、あらかじめプラ板で穴を塞いでしまいます。小さな穴を塞ぐことができたら、アルミホイルを、肉抜き穴に詰めていきます。この時に、超色スティックのような、道具があると、肉抜き穴の奥の方までアルミホイルを詰めることができます。アルミホイルを肉抜き穴に詰めることができたら、エポキシパテを、アルミホイルの上から持っていきます。パテを盛るときにも超色スティックは活躍してくれます。まあ、ちまちま盛るのが面倒になり、最終的には指を使って、パテを押し付けるように盛るんですけどね。さて、エポキシパテを盛る際に気をつけることなのですが、パーツの縁よりも若干多めにパテを盛るようにしましょう。エポパテは乾燥時に引けて表面がへこむことはほぼありませんが、念のために少しだけ多めにパテを盛ります。パーツに盛ったパテが乾燥したら、デザインナイフを使用して、大まかにパテを切り取っていきます。ここで少しパテを取り除いておかないと、この後の削り作業が大変になってしまうので、できるだけデザインナイフでパテを取り除いておきましょう。デザインナイフである程度パテを取り除くことができたら、リューターを使用して一気にパテを削っていきます。ここは通常のヤスリを使っても作業できますが、電動工具を使用した方が効率的なので、ささっとパテを削って時短しちゃいましょう。リューターを使用してパテを削り終わったら、作業で荒れたパテの表面を、ヤスリを使って、綺麗に整えていきます。ヤスリでパテの表面が綺麗になったら、肉抜き穴処理作業は終了です。続いてドミナントスペリオルダークネスドラゴンの各部にある合わせ目を消したいと思います。まずは合わせ目処理に入る前に、パーツの後はめ加工を行います。印がついている部分のジョイントを加工し、合わせ目を消した後からでもパーツを取り付けられるようにします。それではジョイントの改造を進めていきましょう。まずはニッパーを使用して、
パーツの O 字状になっているジョイントを切り、O 字が C 字になるように加工していきます。ジョイントを加工することができたら、パーツ取り付け箇所の少しだけ盛り上がっている部分を削ります。この少しの出っ張りが後からパーツを取り付ける際に干渉するので、しっかりフラットになるように削りましょう。パーツの加工が終了したら、加工したパーツが後からはまるか確認します。いい感じに取り付けることができますね。続いて腕部を取り付けるパーツの後はめ加工を行います。作業は先ほどと同じく O 字のジョイントを C 字に加工していくのですが、ここはジョイントにニッパーで細かく切れ込みを入れていきます。ニッパーで切れ込みを入れ終わったら、彫刻刀を使用して切れ込みを入れた部分を取り除きます。反対側のパーツにも同じ加工を行うと、型に後からパーツを取り付けることができるようになります。この作業ではジョイントを切り取りすぎると、パーツがゆるゆるになるのでそこの点に注意して作業しましょう。さて、パーツの後はめ加工が終了したので、合わせ目を消していきたいと思います。合わせ目消しに使用した道具は、クレオスの流し込み接着剤。この接着剤を合わせ目部分にたくさん流し込み、接着剤がプラスチックを溶かすのを40秒程度待ちます。接着剤を塗布して時間を置いたら、パーツ同士を思いっきり貼り合わせます。この時に、パーツの合わせ目から溶けたプラスチックがムニッとはみ出てきたら、合わせ目消しはほぼ成功したと言って良いと思います。あとはこのままムニッとはみ出たプラスチックに触らないで、接着剤が乾燥するまで最低でも1日パーツを置いておきましょう。はい。続いて、各パーツの丸まっている先端を尖らせて、シャープな見た目になるように改造していきたいと思います。まずは改造を行うパーツの先端を、鉄やすりを使用して、削っていきます。この作業は、パーツの先端にプラ板を貼るための接着面を作ることを目的としています。ヤスリを使って接着面を作ることができたら、パーツの先端にプラ板を接着していきます。パーツの先端に接着するプラ板は 1mm 厚のものを使用しました。プラ板を接着するのには、瞬間接着剤を使用しました。パーツによってプラ板を貼る枚数は異なりますので、パーツの大きさに合わせた枚数のプラ板を貼り、改造していきましょう。プラ板を貼り付けた接着剤が乾燥したら、ニッパーを使用して、貼り付けたプラ板を大まかにカットしていきます。この作業中に貼り付けたプラ板が取れてしまう時がありますが、すべての作業が終わった後に直すようにすると効率がいいですよ。ニッパーでプラ板を切ることができたら、鉄やすりを使用して、プラ板を削っていきます。プラ板を削るときには、根元から先端に向けてヤスリを動かすと、プラ板がどんどん鋭くなっていきます。鉄やすりを使用してある程度プラ板を削ったら、紙ヤスリを使用して、パーツの先端をよりシャープに仕上げていきます。この作業を、ドミナントスペリオルダークネスドラゴンの気になるパーツすべてに行えば、シャープ化作業は終了になります。この作業を行うことで見た目がだいぶスタイリッシュになりましたね。時間はかなりかかりますがやって損はない改造だと思います。あ、そうそう。先ほど行った合わせ目消しのムニッとはみ出てたプラスチックですが、このシャープ化作業の時に、プラ板と一緒に削っていきます。このように、削る工程はまとめて一気にやってしまった方が効率がいいですね。続いてドミナントスペリオルダークネスドラゴンの細かい気になる部分を改造していきたいと思います。まずは腰部の気になる部分を改造していきます。この腰部パーツは造形の関係で無茶な繋がり方をしており見栄えが良くないため、余分な部分を切り取り、パッと見でバラバラの別パーツに見えるように加工していきます。まずは腰部パーツの無茶な繋がり方をしている部分を、ニッパーを使用して、大まかに切り取っていきます。切り取りが必要な部分はパーツの表だけではないので、裏側の邪魔な部分もしっかりと切り取ってしまいましょう。ニッパーを使用して切り取りきれない箇所は、彫刻刀を使用して、しっかりとパーツの処理を行いましょう。ここをしっかり削らないと表側から地味に見えてしまいます。改造の前後を比較するとこのようになります。ものすごく地味ですが、繋がっていたパーツが離れて、少しですが見た目がスッキリしました。続いてドミナントスペリオルダークネスドラゴンの各パーツに、モールドの彫り直しを行いたいと思います。まずはじめに、デザインナイフを使用して、
モールドの縁に沿って軽く傷をつけていきます。この段階ではそこまで深く傷をつける必要はないので、モールドの縁から余計な部分に傷がつかないように、丁寧にデザインナイフを動かしていきましょう。デザインナイフでモールドに沿った軽い傷をつけることができたら、ラインチゼルを使用して、初めに作った傷を深く掘っていきます。この作業を他のパーツすべてに行えば、ドミナントスペリオルダークネスドラゴンに行うすべての改造作業は終了になります。はい。こちらが改造作業を終えた、ドミナントスペリオルダークネスドラゴンになります。改造を済ませても見た目が真っ黒なので、作業前後の違いがわかりませんねこれ。まあ、これでもここまで持ってくるのにかなりの時間を要しているので、格好よくできていてほしいですね。それでは改造忘れや、手直しをする部分がないようであれば、ドミナントスペリオルダークネスドラゴンにサーフェイサーを吹いていきましょう。はい。こちらがサーフェイサーを吹いた状態の、ドミナントスペリオルダークネスドラゴンになります。これは、結構いいじゃない。黒単色よりも、細部がよく見え、全体がわかりやすくなり、ようやくかっこいいさがわかりやすくなりましたね。あと羽加工の兼ね合いで腕をつけていませんが、ワン部もいい感じに仕上がっております。さて、サーフェイサーを吹いた状態の本体を確認して、合わせ目消しの割れや、シャープ化箇所の段差など、修正が必要なところがないのであれば、このまま塗装作業に入っていきましょう。はい。塗装を始める前に、塗装に使用する道具を机の上に用意しておきましょう。特に塗装に使う塗料は手元にあった方がいいですね。遠いところに塗料を置いておいたらいちいち取りに行くのが面倒ですからね。それでは塗装を始めていきたいと思います。まずはドミナントスペリオルダークネスドラゴンの大部分を占める黒色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、タミヤのフラットブラックです。この塗料を黒を使用するパーツすべてに塗装していきます。今回であれば足以外全部ですね。黒は隠蔽力が抜群に高く塗装しやすいのですが、ここまでパーツの量と塗装面積が大きいと、綺麗に塗装するのが大変ですね。続いて銀色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのシルバーです。この銀色は主にパーツのモールドを塗り分けるために使用しました。いやー、それにしてもこの銀色の塗装は骨が折れました。パーツのモールドが細かすぎて、作業がなかなか進みませんでしたよ。ですが全てのモールドを銀色で塗り分けると、情報量が増えてどんどん格好良くなっていくので、苦労して塗装する甲斐はありますねこれ。続いて紫色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのステラパープルです。ステラパープルは隠蔽力がかなり低く、一度の塗装では綺麗な色にならないため、何度も塗料を重ね塗りして、綺麗な紫色を作っていきましょう。続いて暗い灰色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、タミヤのジャーマングレーです。このドミナントスペリオルダークネスドラゴン。よく見ると、黒の中に絶妙に色が違う部分があります。この違いを見逃さず、しっかり説明書に記載されている公式絵と同じように塗装しましょう。はい。塗装が一通り終了しました。この後に墨入れを行うのですが、墨入れの前に、余計なところについた塗料をリタッチしていきます。リタッチが終了したら、墨入れ作業に入りましょう。それでは墨入れを行いたいと思います。墨入れに使用した塗料は、タミヤの墨入れ塗料ブラックです。黒の上に黒で墨入れをするという、意味のない作業をしていますが、紫色と銀色の間など、黒が隣接していない色の部分に墨入れをしていきましょう。墨入れ塗料が乾燥したら、綿棒とエナメル溶剤を使用して、モールドからはみ出ている墨入れ塗料を拭き取ります。今回は各パーツの破損防止のため、トップコートを拭かずに墨入れをしているので、塗装した塗料まで一緒に落としてしまわないように、優しくエナメル塗料だけを拭き取りましょう。はい。塗装作業が終了したので、最後の仕上げを行います。
まずは改造時に後はめ加工を行ったパーツを取り付けていきます。改造前のテストではスムーズにできた取り付けですが、合わせ目を消したり、塗装をしたりとで若干状況が違うので、パーツを壊さないように、慎重に取り付け作業を行います。ここでパーツが壊れたらやり直しできませんからね。メンタル的に、後はめ加工をしたパーツを取り付けることができたら、最後に目のシールを貼っていきます。ピンセットでシールをパーツに合わせて貼るのですが、これが地味に難しい。デカールのように何度もやり直しができないので、シール貼りの作業はちょっとしたズレも許されませんね。ということで、シールを貼ることができれば、ドミナントスペリオルダークネスドラゴンに行うすべての作業は終了になります。それでは完成したドミナントスペリオルダークネスドラゴンをご覧ください。はい。こちらが完成した、SD ワールドヒーローズ、ドミナントスペリオルダークネスドラゴンになります。これは、かっこいいじゃない。素組みの状態から比較すると違いが一目瞭然ですね。SD ワールドヒーローズのシリーズはしっかり作り込むことで、アニメや箱絵のようなかっこいいさになるのが嬉しいですね。まあ、ここまで作るのはかなり大変ですが、はい。ドミナントスペリオルダークネスドラゴンのポーズを変えてみました。まあ、ポーズを変えたと言っても両手を広げただけなんですけどね。このシリーズはかっこいいのですが、改造をしたり塗装をすると気軽に動かすことができません。干渉する部分が多すぎるので、無理に動かそうとすると先端が欠けたり、塗装ががっつり剥がれてしまいます。頑張って作ったのに壊れると悲しいので、固定モデルとして飾るしかないですね。さて、それでは今回の作業で失敗した部分の話を。まずは後はめ加工時の失敗です。ジョイントを加工する段階で大雑把に切れ込みを入れた結果、ジョイントが割れて C 字の幅が大きくなりすぎてしまいました。幸い、パーツがゆるゆるで腕部が固定できない、という状態は回避できましたので、作業をするときは慎重に進めないといけないですね。続いての失敗は、塗装中にパーツを落としてしまい、ハゲのシャープ化した先端がボキボキ折れてしまったことです。はじめは1箇所壊れただけなのですが、直しているうちにどんどん壊れていき、最終的には5箇所中4箇所直すという、謎の時間が発生してしまいました。あとは目のシール貼りに失敗して、端の方がぐちゃっとなったり、細かい失敗が多くありましたが、なんとか完成まで持ってくることができました。それでは、ドミナントスペリオルダークネスドラゴン作ってみた。最後までご視聴いただきありがとうございました。また何か作ったら動画にして投稿しますので、その時は改めて動画をご視聴いただけると嬉しいです。では、さよなら。Are you listening?